こんにちは。今回は仕事なんか生きがいにするな生きる意味を再び考えるという本をご紹介します。この本は私たちが現代社会で追い求めがちな仕事のための生き方に対する強烈なメッセージを投げかけています。特に多くの人がキャリアや仕事に自己価値や生きがいを見出すことが当たり前とされている社会で、果たしてそれが本当に私たちの人生にとって正しいのかを問い直しています。まず、この本の中心的なメッセージは、仕事を生きがいにしないという考え方です。著者は、仕事はあくまで手段であり、生きる目的そのものではないと主張しています。現代の社会では、仕事が人間のアイデンティティや価値を決定づけるかのように扱われることが多いですが、この考え方は、しばしば人々を疲弊させ、真の幸せを見失わせる原因となります。仕事に全てを捧げることで、他の重要なこと、例えば、家族や健康、自己成長といったものが、二の次になりがちです。著者は、仕事が自己実現の唯一の手段ではないことを強調しています。生きがいは、仕事以外の場所にもあり得るものであり、それに気づくことが大切だというのです。例えば、趣味や人間関係、ボランティア活動なども生きがいの一部になり得ます。これにより、仕事からのプレッシャーやストレスに押しつぶされることなく、バランスの取れた人生を送ることができると説いています。次に、この本で語られている重要なテーマは、自己価値を仕事に依存しないという考え方です。私たちは、仕事の成果やポジション、収入などで自己価値を測ることが多いですが、それはとても危ういものです。なぜなら、仕事の成果や評価は常に変動し、コントロールできない部分も多いからです。そのため、仕事での成功や失敗によって、一喜一憂し、自分の存在意義を揺るがしてしまうことがあります。著者は、自己価値は仕事の結果ではなく、自分がどのような人間であるか、どのように他者と関わり、どのような人生を送っているかにあると述べています。つまり、仕事以外の領域でも、自分の価値を認め、そこから充実感を得ることが重要です。これは、心の安定を保つためにも、非常に大切な視点です。仕事に自己価値を全て託してしまうと、仕事がうまくいかない時期には、自分を否定しがちになり、ストレスや焦りを感じやすくなってしまいます。さらに、この本では、仕事以外の生きがいを見つけることの大切さが、繰り返し強調されています。著者は、人生の目的を仕事だけに限定してしまうと、人生そのものが非常に狭いものになってしまうと、警鐘を鳴らしています。例えば、リタイア後に仕事を失うと、生きがいを失ったように感じる人も少なくありません。しかし、もし仕事以外にも充実した活動や楽しみを持っていれば、仕事から解放された後も、人生は豊かであり続けることができます。人生の中で何に価値を見出すかを考えたとき、仕事以外の生きる意味を見つけることが、とても重要だと、著者は述べています。例えば、家族との時間を大切にすること、健康を維持するための活動に取り組むこと、地域社会に貢献することなど、仕事の枠を超えた価値観を持つことで、人生は多面的で豊かなものになります。これにより、仕事だけに依存しない、バランスの取れた生活を送ることができるようになるのです。この本で、さらに興味深いのは、仕事は手段であり、目的ではないという考え方です。多くの人が、キャリアを積み上げていくことが、人生の成功と考えがちですが、著者はそれに疑問を投げかけています。仕事はあくまで生活を支えるための手段であり、人生そのものではないという視点です。もちろん、仕事を通じて、達成感や喜びを感じることは重要ですが、それが全てではないのです。例えば、仕事を一生懸命にやっている人でも、家族や友人との時間を犠牲にしている場合、長期的には、その犠牲が大きな後悔を生むかもしれません。仕事が終わった後に残るものは、キャリアの実績だけではなく、人間関係や健康、そして自己成長です。これらを大切にし、仕事だけにとらわれない生き方をすることで、よりバランスの取れた人生を送ることができると、著者は述べています。また、この本では、ワークライフバランスという考え方も強調されています。著者は、仕事とプライベートのバランスを保つことが、人生の充実につながると主張しています。特に、仕事に多くの時間を費やしている人にとって、休息やリフレッシュする時間を意識的に取ることは非常に重要です。仕事だけに集中していると、知らないうちに心や体が疲弊してしまい、最終的には生産性や幸福感が低下する恐れがあります。例えば、週末や休暇を利用して、趣味や旅行、家族との時間を大切にすることで、リフレッシュし、仕事へのモチベーションを維持することができます。著者は、このようなバランスを保つことが、長期的に見て、仕事でも成果を上げるための鍵だと述べています。仕事と人生のバランスを取ることで、人生全体が、より豊かで充実したものになるのです。さらに、この本では、成功の定義を再考することの大切さについても触れています。社会的な成功とは、通常、仕事での昇進や、向
収入、地位の確率などが挙げられますが、著者はそれが本当に自分にとっての成功なのかを問い直すべきだと言います。仕事での成功が人生の成功と直結するわけではなく、個々人にとっての成功とはもっとパーソナルなものであるべきだと強調しています。例えば、仕事での成功だけでなく、家庭での幸せや自分が心から楽しめる趣味、心身の健康なども成功の一部として考えることができるでしょう。自分自身が何に価値を感じるかを見極め、それをもとに成功を定義することが、真に幸せな人生を送るための鍵となります。このように、成功の定義を再構築することで、仕事以外の充実感を得られる生き方が見えてきます。このように、仕事なんか生きがいにするな生きる意味を再び考えるは、私たちが仕事に対して持つ常識的な価値観を問い直し、もっと豊かでバランスの取れた生き方を提案しています。仕事を通じて得られるものは大きいですが、それだけに人生を捧げる必要はないのです。この本は仕事に対する価値観を見つめ直し、より豊かな人生を築くためのヒントが満載です。もし仕事に追われて疲れ果てている、あるいは自分の生きがいが何なのかわからなくなっていると感じている方には、この本が大きなヒントとなるはずです。仕事だけに依存しない自分らしい生き方を見つけるための道を、この本を通じて学んでみてください。これまでお話ししてきたように、仕事なんか生きがいにするな生きる意味を再び考えるは、仕事だけが人生の全てではないというメッセージを伝えています。ここからはさらに、この本で著者が提案する本当の生きがいを見つけるための具体的なステップについて触れていきます。まず、著者は自分の価値観に基づいた生き方をすることが、真の生きがいを見つけるための鍵だと述べています。多くの人が仕事の中で自分の価値を見つけようとしますが、実際には自分の価値観が何なのかを深く理解していないことがよくあります。社会や周囲の期待に応えるために生きていると、いつの間にか自分自身の価値観を見失ってしまいがちです。著者は自分が何を本当に大切にしているのかを明確にすることが、人生の方向性を定める第一歩だと強調しています。例えば、あなたが家族との時間を何よりも大切にしているならば、その価値観に基づいた生き方を選ぶべきです。仕事で成功することが重要な人もいれば、社会貢献や自己成長を大切にする人もいます。何が自分にとって重要かを深く見つめ直すことが、仕事以外の生きがいを見つけるための重要なステップです。次に著者が提案するのは、内省の時間を持つことです。忙しい日常生活の中では、自分自身と向き合う時間を取ることが難しいかもしれません。しかし、著者は定期的に自分自身を見つめ直す時間を設けることが大切だと述べています。この時間は、ただリラックスするためだけのものではなく、今の自分の状況や行動が、本当に自分の価値観や目標に合致しているのかを確認するためのものです。例えば、週末や休日に自分が今何をしているのか、それが自分の理想的な生き方にどのように関わっているのかを振り返る時間を作ることが推奨されています。この内省の時間が自分の生き方を修正し、仕事に対する過度な依存を避けるための手助けとなります。また、著者はリスクを恐れずに新しい挑戦をすることも強調しています。私たちはしばしば仕事に固執するのは、そこに安定や安全を求めているからです。しかし、新しいことに挑戦しない限り、本当の意味での成長や充実感は得られないことが多いです。仕事だけに生きがいを見出していると、他の選択肢や可能性に目を向けることができなくなり、結果的に人生が狭まってしまうこともあります。著者は、仕事以外の活動にも積極的に取り組むことで、新たな視野が広がり、結果的に自分自身を豊かにすることができると説いています。例えば、新しい趣味を始めたり、ボランティア活動に参加したりすることは、最初はリスクに感じられるかもしれませんが、そういった挑戦が自分にとって新しい生きがいや価値観をもたらしてくれるかもしれません。さらに、この本では他者とのつながりを大切にすることも重要なテーマとして扱われています。仕事をしていると、どうしても職場の同僚やビジネスパートナーとの関係が中心になりますが、著者はそれだけではなく、仕事以外の人間関係も積極的に築くことを勧めています。家族や友人との時間、コミュニティでの交流は人生を豊かにするために欠かせない要素です。他者とのつながりは仕事だけでは得られない心の充実感や支えを提供してくれます。また、人生の様々な局面で仕事に疲れた時や困難に直面した時に家族や友人からのサポートは非常に大きな力となります。仕事以外の人間関係を大切にし、強化することがより充実した人生を送るための重要な要素となります。最後に、この本が教えてくれるのは、本当の意味での成功とは
何かという問いです。私たちはしばしば仕事での成功が人生の成功だと考えがちですが、著者はそれに異議を唱えています。成功とは仕事だけでなく人生全体のバランスを見つめた上で自分自身が満足できる生き方を送ることにあるのだと説いています。仕事での成果だけを追い求めるのではなく、家族や友人、健康、自分自身の成長といった多くの要素を含めたバランスの取れた人生こそが本当の意味での成功だというのです。この本を読むことで、私たちは成功の定義を再考し、もっと広い視野で人生を見つめ直すことができるようになるでしょう。以上のように、仕事なんか生きがいにするな生きる意味を再び考えるは、仕事に対する私たちの常識を問い直し、より豊かでバランスの取れた人生を送るための重要な視点を提供してくれます。もし、あなたが今、仕事に追われていると感じていたり、生きがいが何なのか見失っていると感じているなら、この本は大きな気づきを与えてくれるはずです。仕事を超えて、あなた自身の人生をより豊かにするためのヒントが詰まったこの本を、ぜひ手に取ってみてください。興味のある方は、下のリンクから本を購入できますので、ぜひチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。